薄めの生地で作る型絞り巾着の作り方です。裏地なしでできる簡単な巾着です。裏地なしですが、裏はこのようにきれいに縫ってあるので洗濯にも強い巾着です。子供だけじゃなくて大人用でも可愛いかなと思います。バッグの中に入れたり、旅行の仕分けにも便利です。ちょうどお子様ならコップが入るサイズです。出来上がりサイズは横が18センチ、縦は19センチです。好きなサイズで作る時の計算式は最後に紹介しています。材料はこちらです。横が40センチ、縦が26センチの薄めの布が1枚と紐です。両端を 1.5 センチ折ります。さらに内側に折って三つ折りにします。布の端を縫います。反対側も同じように縫います。上端を1センチ折ってアイロンをかけます。折り目から4センチ折ります。表側に印をつけておくと折りやすくなります。折り目から4センチです。印で折ります。折った状態でこの折り目から2センチ下に印をつけます。表同士を合わせて折ります。さっきつけた印から下まで縫います。縫い代は1センチです。縫い代を開いてアイロンを当てます。この上のところはなるべく広めに開いた方が後で縫いやすくなります。だいたい 1.3 センチから 1.5 センチぐらいに開くように V の字にアイロンを当てます。そうすると折って縫う時に少し内側に来るので縫いやすくなります。
まっすぐに折って縫うとどうしても端が出やすくなるので、上端を多めに折って縫うと内側になります。線通りに折ってクリップか待ち針で留めて縫います。ここは開いて1センチ折って下の4センチの折り目で折ります。縫い代のところに糊をつけて、このように仮留めをするとピンを打たなくても縫いやすくなります。以前にも紹介したこのスティック糊なら針についたりもしないので便利です。布の端と上から2センチを縫います。上端から2センチも縫います。表に返します。底を5ミリの縫い代で縫います。少し出てる糸があったら切り揃えます。裏を外側にします。縫い代のところは開いて先の尖ったもので角をきれいに出します。底を1センチの縫い代で縫います。表に返して紐を通したら出来上がりです。この袋の底のところは縫い代を折って押さえて返すときれいに角が出ます。くるっと返して紐は50から55センチにカットします。今回は細い紐を使うので50センチにカットしました。もう少し太い紐でも良いです。これで出来上がりです。
好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので印付けに便利です。返し口の印をつけるときも、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるので、そちらをご覧ください。こすると消えるカラーペン、これはダイソーで買ったもので、発色がよくアイロンで消えるので買いました。目立つところに使うと後の型が残ることがあるようなので、見えないところに使うことがおすすめです。このように一瞬で消えるのでとても便利です。